今日は金曜日、雪が降ってしばらく積もってしまったので、外の仕事休んでて久しぶりに寄せ植えを作ります。今日からね、暖かい日が続くっていうような天気予報だったので、オステオスペルマムとかも仕入れてきました。マーガレット、ストックの八重、在庫のお花はちょっと雪をかぶっちゃったりとかして自然に溶けるのを待ちます。それでお花がちょっと傷んでるかもしれないので、ちょっと様子を見ながら使っていきます。これがストックの八重、これはローダンセル、エルフシリーズのエルフピンク、これは外に置きっぱなしにしときましたけど大丈夫でしたね。ネモフィラ、これ今日仕入れてきました。かわいいでしょ。真っ青なネモフィラじゃなくて、お花もちょっと大きい感じします。かわいい。あと今日仕入れてきた忘れな草、普通の長靴なのですごい滑る、つるっと滑って腰を打ったりしたくないですね。これが花かんざし、真ん中にピンクのチューリップを一つ仕込んでおきます。これがポンポンデージー、もう春のお花ですね。ちょっと根元の葉っぱを取ってすっきりさせます。このぐらい。根っこも割としっかりしてます。春のお花の寄せ植え、ラベルも入れときます。チューリップのラベルは手前に入ってますよってね。あとは後ろに刺しときます。これがストックローダンセマム、ネモフィラ、デージー、花かんざし、中にピンクのチューリップが入っています。マーガレット、ピンクのマーガレット、根っこはぎっしり。このマーガレット根っこがぎっしりっていうのは結局多年草なので、これは種まいてこの形になったっていうんじゃなくて、ちょっと長く育てるっているんだと思います。ここにね、切り口切ってあるんですよ。だから何回かピンチして、でこの状態になってる。だからポット苗 3.5 のポット苗でもマーガレットって少し高いんですね。作るのに時間がかかる。管理してる間にロスも出るだろうしね。手間暇のかかった苗です。あんまり根が回ってるとここから成長しないので、少しほぐしてあげます。マーガレット、ピンクのマーガレット、シエルブリエ、ちょっとゴージャスなパンジー。雪積もったけど大丈夫でした。ちょっとね、こうやって葉っぱが寒さで傷んでるところもありますけど、取ってあげて、気になるところは取ります。葉っぱで光合成するので、あんまり全部むしってしまうと勢いが弱まるかもしれませんけど、全部じゃなくてね、気になるところだけ取ります。このぐらいになってたらもう取ってしまった方がいい。でも全体的に悪くないです。シエルブリエはもともと高い苗なので、いい苗なんでしょうね。根っこもむやみやたらと張ってるわけでもないし、かわいい。高さはあんまり出さずに
植えていきます。このジュリアン八重、なんだかすごいドラマチックな色です。これも今日の仕入れです。ネモフィラやっぱりちょっと1個ずつ入れたいですね。ネモフィラは買うとき少し気をつけてもらいたいんですけども、株がこれグラグラするときがこんなのいい方。本当にグラグラなのもあるし、あと間延びしてしまってだらしなくなってるのとかがありますから、そういうのじゃなくてしっかりした株を選んでください。これも真ん中にチューリップ、紫のチューリップ入れちゃう。ちょっとドラマチックな感じ。ちゃんと土に圧着するように入れます。さあここに何入れる？忘れな草。忘れな草ね、尾崎豊の歌にあるんですよね。忘れな草っていうのは実はこんな寂しい感じのお花なんです。こんなお花でも名前もいいよね。尾崎豊はね、生きてれば同い年なんですよね。昭和40年生まれ。チューリップが入って後ろにラベル入れときます。当時ね、尾崎豊は全盛期の頃はね、アンチも多くてね、尾崎豊好きっていうとね、ちょっとなんかバカにされたりとか、アンチに食いつかれたりとかしたんだけど、だからあんまり公然と好きですって言わなかったけど、これがピンクのマーガレット、シエルブリエ、ジュリアン、これがネモフィラ、斑点があるやつ、かわいいよね。で、忘れな草、紫のチューリップが入っています。こっちの方ではね、実際のところそんなに雪が積もりましたけども、翌日まで溶け残って車がスリップしたりとかっていうほどではなかった。だけどまあ子供たちも心配してね、絶対車乗るなよ。で、長男は雪の日の夜中に仕事があって、なんかスタッドレスに履き替えるのをうちでやって、まあ、家の中でやってたんだけど、ホイールが硬いとかなんとかかんとか言いながら小1時間かけてホイールの取り替えしてました。こんな日にね、夜に仕事なんて車で行くの危ないんじゃないのって思ったんだけど、考えてみたらね、あの子は専門学校卒業してすぐ働いたのが長野ですから、長野のね、白馬かな、雪の深いところで仕事してたんですね。これポンポンデージ、これがオステオスペルマムのグランドキャニオンミックスアキラ、コンパクトで花つき抜群って書いてありますね。これまあ見本花が1個だけど、1234566もう78、もう10個ぐらいつぼみ上がってます。暖かくなってくるとぐんぐん咲きます。可愛いですよ。色はね、この花のところには同じ色が出てくると思う。花かんざし、ここら辺も雪の中にいて大丈夫だった子だから耐寒性バッチリですね。赤いチューリップ入れます。チューリップとかはまあチューリップはやらないけど、なんだっけ、ヒヤシンスの水栽培とかやることもあるぐらい、まあ、球根に栄養がたっぷり入ってますので、割と土を落としたりとかしても大丈夫です。球根のものはね、そういう意味で丈夫ですね。カラーとかオキザリスとか、ここに匂いスミレ、かわいいでしょ。
匂いすみれを入れます。匂いすみれはちょっとしだれた花なので手前に折ってます。後ろに行くのがもったいないぐらい。出根のイベリス、この子も白くて可愛い。こんなに鮮やかな真っ白ってあんまりないのですごく可愛いですね。でこのね縁取りがあって綺麗。このジュリアン、大人っぽいジュリアン、そして私の大好きな忘れな草。もうほんとね、なんか忘れな草っていうと尾崎豊を思い出すんだけど、子供育ててる時にちょっと八方塞がりで味方もいないし、そういう時にね尾崎豊をもううちで垂れ流してね一日中かけてて、そしてなんか元気をもらってる。なんか尾崎豊の歌ってね、こんちきしょうと思った時にね頑張るぞっていう気になるんですよ。顔も好きだし声も好きだし。おかげでねうちの子供たちはみんなすごいマイナーな曲とかでもなんでも全部歌えると思いますよ。強制的に聴かされて何かの影響力がきっとあるだろう。人格形成。可愛いのができました。オステオスペルマム花かんざし。これまだちらほらだけど白いお花が咲いてきます。でデイジーに、イベリス、忘れな草、ジュリアン、これが匂いすみれ。好きなお花がいっぱい。ここに赤いチューリップが入ってます。赤可愛いと思いますよ。ここに赤いチューリップ出てきたら。これはリナリア。早口言葉にしたら嫌な感じのリナリア。これも外出しっぱなしだったけど大丈夫ですね。耐寒性があるんですね。これがストック八重です。オステオグランドキャニオン、ちょっとおとなしい色合いですね。これがね普通のビオラ、いっぱい花が上がってます。中の方に埋もれてるのもあるけど、ちょっとね出してあげるといっぱい顔出してきます。もうこれだけで可愛いよね。ここにやっぱりチューリップ仕込もうかな。にぎやかめのピコティのチューリップ、一重だけど2色縁取りがあります。そしてビオラを入れてジュリア、ビクトリアーナ、これも変わった色ですよね。ちょっと和風な感じにも見える。かわいい。もうほんとね雪が溶けてびしょびしょです。どこもかしこも。このねムスカリも今日仕入れてきてこう崩してどっかに入れようかなと思ってるんですけど、これがストックリナリア。汚れちゃった。オステオスペルマム、これが、ビクトリアーナ、ビオラでチューリップが入ってます。球根植物が結構いっぱいあるからこれで作ってみましょうか。こ
これが水線テータテート、黄色、青、赤、あとは球根はこういうのも球根ですね。ちょっと球根いっぱい入れてみようか。これが水線のテータテート、ティタティタっていうのも言う人もいるし、でこれはねいくつか入ってるんだけど、ばらすとなんかぐっちゃぐちゃになっちゃうので、このままそっと植えます。これがアネモネ、チューリップにムスカリ、これはばらせると思います。散りばめて、なんかうちの寄せ植え的じゃないけど、これね土いいんですよ。だから戻します。黒いでしょ。茶色っぽい土よりいい土が入ってます。これで球根がこう出てるのがちょっと味気ないなと思う人は、こういうヤシなんかをねこういう風にしてあげてもいいと思う。まあ土の跳ね返りなんかが水やるときなんかでね、土の跳ね返りなんかがこういうのを敷いてあると防げる。マルチングですね。ちょっとやり始めちゃったからやったけど、うちではあんまりこういうことはしません。あんまりおしゃれにしないのね。あんまりおしゃれにしないから、いざ作ってみると下手くそに。こんな感じでヤシの繊維こういうの入れとくと、まあ大した防寒にはならないけどマルチング、ね、になります。これは全部球根です。ムスカリ、チューリップ、アネモネ、水仙ね。ちょっと可愛くないですか。ほらアネモネも可愛い。ちょっと冷えてきたのでね、これで最後にします。明日はもうちょっと暖かくなると思う。寒い時にあんまり無理しない方がいい。風邪ひいちゃうから。マーガレットいろんな色があるけど、やっぱりピンクが可愛いですね。一重のピンクが私は好きね。こういうの淡いピンクなんで、金魚草もちょっと淡めにします。金魚草も雪かぶったけど元気でしたね。でこれがリモトスペシャル、いいビオラです。チューリップは白入れます。淡い色なんで白いチューリップを入れます。ここにアネモネ、まだつぼみだけどアネモネも入れて、ジュリアン。寒くなってくるとね、今しめてはいるんだけどね、ちょっといい加減になってくるんですね、作り方。入れるお花とかもね、まあいっかって感じで持ってきて入れちゃうから、バランスが悪くなっちゃったりする。歩いてみて悪くはないんだけど、やっぱり疲れてない時の方がいいのが作れるし、やり始めた時の方が、なんでかっていうと、苗とかもね作る時に、気持ちとしてねいいのから使うんですよ。だから一番最初に作るのがやっぱり一番いいかなっていう。あとはでもやっていきながら
これいいかもって言ってね、バージョンアップする時もあります。白のチューリップが入った春の寄せ植えでも入ってるお花はね悪くないんですよ。マーガレットにミモトスペシャルね、こういうミモトさんっていうなんか高いところだとすごく高い苗です。うちも決して安くはない。仕入れの値段がねそんなに安くならない。ちょっといびつですね、まん丸じゃないけど。これはこのアネモネがまだ株がちっちゃいから、アネモネが大きくなると期待して作った感じの寄せ植えです。